こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Python で図形を描画をお送りします。Python で GUI を用いて図形を描画するには、最初にウィンドウを設定し、その中にキャンパスオブジェクトを配置していきます。今回の例では、ウィンドウとして幅800、高さ650の画面を用意します。また、その中に図形を描画するキャンパス幅500、高さ400の画面を用意します。プログラムは TakeInter のウィンドウを Win01 として定義します。そしてジアメトリ命令で 800×650 の画面とします。キャンパスを作成するには、変数キャンを用意し、tk.canvas として括弧内に幅 width500、高さ height400、ブバックグラウンドカラーホワイトとして定義します。そしてこのキャンバスをパック命令によって右側に配置しています。そして描画するボタンとして、ボタンアンダーライン A にテキストを、バオムアンダーライン B にラインを、ボタンアンダーライン C に区形表示の機能を持つオブジェクトを配置しました。ボタンの書式は、ボタンオブジェクトとしてボタンアンダーライン ATK ボタンとして括弧内は、ウィンドウオブジェクト名、ボタンに表示する文字列、フォントの種類、ボタンを押した自動化する関数をコマンドプッシュアンダーライン A のように定義します。こちらは楕円を描画するボタンアンダーライン D。この楕円を消すボタンアンダーライン E。すべてのオブジェクトを消すボタンアンダーライン F を表示しています。テキストの描画はプッシュアンダーライン A 関数に記述しています。まずキャンバスオブジェクトキャンの次にクリエイトアンダーラインテキストと書き括弧内に表示する座標値 X150、Y24 の次に表示するテキストを指定します。またフォントの種類も設定することができます。こちらはラインを描画の関数プッシュアンダーライン B です。キャンバスオブジェクトキャンの次はクリエイトアンダーラインラインとします。括弧内はラインの支点の X 座標、Y 座標と終点の X 座標、Y 座標。そして塗りつぶす色レッド、線の幅を10を指定します。こちらは区形の描画の関数プッシュアンダーライン C です。先ほどと同様にキャンパスオブジェクトキャンの次はクリエイトアンダーラインレクタングルとして、括弧内は支点と終点を設定した後、塗りつぶす色をブルーとし、幅を10とします。こちらは楕円を描画する関数プッシュアンダーライン D です。楕円はクリエイトアンダーラインオバールで設定を行います。こちらも同様に支点と終点を設定した後、塗りつぶす色をイエロー、線の幅を10とします。そしてこの図形を識別するタグをオバールと設定しています。プッシュアンダーライン E では、キャンバスの楕円を消す命令が書かれています。キャンバスキャンの後にデリートを書き括弧内に消したい図形のタグを指定します。タグは事前に18行のように定義しておく必要があります。このデリート命令が実行されるとタグで設定された図形を消去することができます。すべてのオブジェクトを消去するにはオールキーワードを使用します。こちらにコードの全体を示しています。最初にTakeInterをインポートし略称として tk とします。そして各ボタンが押された時の関数を定義します。こちらも各ボタンに割り当てられた関数を表示しています。こちらはウィンドウの設定とキャンパスの設定、そしてボタンの設定を示しています。こちらも同様にボタンの設定と Windows01 の実行を記述しています。それでは、このプログラムの実行状態をご覧ください。それでは図形を描画するプログラム実行してみましょう。こちらの部分がキャンバスになります。ここに描画されます。まずテキストですね。こういう形で表示されます。そしてライン、そして区形表示ですね。それから楕円の表示、楕円だけ消します。こういう形ですね。全部消す場合はこれを押します。こういう形で、図形を描画することができます。じゃあプログラム見ていきましょう。プログラムはまず、TakeInter の方ですね、インポートします。そして tk として、略称を書きます。で、こちらの方をですね、描画するコマンドが関数として定義されています。で、こちらの方ですね、まず、ウィンドウの
描画ですけども、まずオブジェクトをウィンドウオブジェクトを作って Win01、とします。そして、その大きさを 800×650 にします。だからこの中にキャンバスを配置しますけども、tk.canvas として、この中に幅が500、高さが400、そしてバックグラウンドカラーが白のキャンバスを用意します。そして、パック命令でサイドライト、右の中央に表示するという形になります。こういう形で右の中央に表示されるようになります。そしてボタンを配置していきます。ボタン A がテキスト、B がライン、C が区形、こっちが楕円ですね。楕円を消すのが E になります。そして F がすべて消すというような形で対応させています。こっちが F ですね。これが E というような対応関係にあります。で、これが押されるとコマンドで関数を呼び出します。こちらの方ですね、ボタン A が押されたときはプッシュ A が呼び出されます。この上の方ですね、これが呼び出されるということですね。で、テキストを描画するんですけども、この CAN っていうのは、このキャンバスですね。キャンバスオブジェクトを CAN っていう変数に代入しています。キャンバスオブジェクトに対して、create テキスト命令ですね。で、テキストを150、X 座標150、Y 座標24、このキャンバスの座標ですね。に対してテキストとしてテキストの表示っていうのをこちらの方で、表示していることになります。そしてプッシュ B、B ボタンが押されたときは、視点が X0、Y0 から Y 座標499、399、X 座標499の終点まで、線を引くことになります。そして、赤でですね、赤で線を引く。で、幅が10っていう形になります。こういう形で引くっていうことになりますね。そして、区形表示、はクリエイトレクトアングル、このキーワードで、呼び出します。これも視点が20、20、480、380の対角線上に、区形を表示することになります。こういう形ですね。こういう形で表示することになります。そして同じように、楕円の場合はクリエイトオブアル、これも視点が、X20Y20 で終点が480、380の位置で、イエローで塗りつぶして線が10とします。で、ここでタグって書いてますけども、この図形の名前をオバルっていう風に定義してるんですね。後の方は定義してないんですけども、これは後でですね、消す場合に、キャンバスのデリートでオバルっていう風に設定すると、楕円だけを消す
ことになります。ここの変数をですね、オールにするとすべてのオブジェクトを消すことができます。こういう形で、オバルはここタグ付けされている付けですね。これをここで選んでやる。オバルだけを選んでやってデリートするっていうことが、このボタンでできるということですね。で、すべてオールであれば全部消えるということになります。